国際交流員ワクワク動画。皆さんこんにちは。松江市の国際交流員です。今回はちょっと特別な配信です。なんと国際交流員ワクワク動画チャンネルを始めてから1年経ちました。1年間本当にお世話になりました。1周年を記念して今日は Q&A セッションを行いたいと思います。皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。最初の質問は、事故防止安全対策として各地区より集団登校して学校に集まります。皆さんの国はどうですかという質問です。インドの場合は日本と違って自分の区域の学校に通うっていうとは限らない。なので普段はバスなんですね。でそれは公共バスでもいいしスクールバスでもいいっていう感じなんですけれども、軍人とかの子供が多いところだったら軍のバスやトラックでもありましたね。怖いと思う。あとは三輪車のオートリキシ車で、私が大体軍の基地の中の学校に通ってたので軍のバスも結構みんな歩いてましたね。そうですね、アメリカなら集団登校とまでは言わないと思いますけど、友達1人2人と学校に歩いていく子供もいると思います。あとはバスで通う人もいるし、あとそして両親と一緒に車で行く子供もいます。フランスはすごいちっちゃい子供だったら集団登校があるところもあるんですけれども、すごい一般的ではないですね。親の車に乗って一緒に行くので、そういう子どもたちがわーってみんな一緒に小学校に行く景色はあまり見る機会がないんですね。私初めて日本に来てそういう景色を見た時に、今日何かのイベントあるんじゃないかなって思ってびっくりしました。そうですね、アイルランドにもないんですよね。僕は見たことないです。で一応僕海出身なので小学校がすごく多くて大体近くにあります。僕の場合も特に近くて家から5分歩いて行けるんですけど、それでも低学年の時はいつもお母さんが一緒に行きました。私も日本に来て初めて見たんですけど、韓国も、家から歩いて行ったり、親の車で行ったりするから、学校行く時に友達に会ったらすごい嬉しかった記憶があります。中国の場合は、小学校によって集団登校か集団下校があります。集団下校は主に昼休みの時なので、割と家が近くて同じ方向の子どもが一緒に下校しますっていう感じですね。で私の小学校では集団下校でその時間になったらみんな同じ列に立って、最初の人が黄色い旗、目立つ色ですねで思ってみんな帰るようにしていました。お酒は何歳から飲めますか？アメリカの場合には21歳、ちょっと遅いですけど、タバコは18歳から。違うの？フランスは18歳からですよね、法律的には。あとは家で両親と飲んだらそれはその家族の問題で何も言われないんですよね。アイルランドでは飲み屋でお酒を飲む時とか居酒屋とかパブとかでお酒を飲む時とお酒を購入する時は18歳。韓国は韓国式の年で20歳です。だから満年齢っていうと19歳を迎える年の1月1日になったら飲めます。だからその12時になることを待ってコンビニに行ってお酒くださいって店員さんが身分証くださいって言ったら堂々となる。友達みんなで一緒にジャンできるのはすごい珍しいことですね。法律上酒の業者さんは未成年、中国でいうと18歳ですけど、
に販売してはいけないっていうルールは、はっきりあります。ただし子供は何歳から始めるかっていうことについては書いてないようですね。インドの場合はちょっとややこしくて、お酒に関する法律は州によって変わります。一番高く年齢設定しているところはインドの首都圏あたりは25歳です。21歳とか18歳のところが多いんですけれども、私の地元のケララ州の場合は23歳ですね。5つの州ではお酒は全面禁止に。最近の若者はそれでも飲みますけど、どっちかというと少ないかなと思います。僕はフィンランドに帰った時、28歳の時、身分証明書聞かれました。でも私インドでお酒買ったことない。私初めてお酒飲んだのは日本に来てから。普段だったらインドで大体男の子の方が買いに行くっていうことが多いかなと思います。じゃあ3番目の質問、車の免許は何歳から取れますか？フランスは16歳からは始められるんですけど、両親とかその車庫の先生と一緒に運転できるんですけれども、一人ではできません。18歳からは本当の免許は取れます。アイルランドは、普通の車は17歳ですね。小さいバイクなら、16歳から取れます。でなぜかトラクターやショベルカーなどの建設機械も16歳から取れます。普通の車より早い。韓国は満年齢で18歳です。だから受験終わった高校3年生たちがよく免許取りに行きますね。中国でも18歳からですね。はい。インドの場合は親の許可があれば16歳から取れますけれども、じゃなかったらもう18歳になりますね。アメリカは州によりますけど、モンタナなら運転主には仮免許を14歳半から取れます。早いし、15歳、大体普通の免許になります。夜11時から朝5時までは本当にいい理由がなければできない。11時までも結構長いと思う。じゃあ4番目の質問です。お弁当は何を食べてますか？アイルランドでは基本的にサンドイッチとおやつでした。小食なイメージがありますね、僕は。なので日本のお店で買うお弁当はちょっと多すぎて、ご飯はおにぎり1個分でもうちょうどいい。お弁当のご飯が結構多いんですよね。自分で作る弁当とか簡単なパンとかの弁当を食べてます。韓国では遠足とかピクニックじゃないと弁当はあんまり作らないから、ここでも弁当はあんまり作らないんですけど、私は家に帰ってご飯を食べてます。私は韓国の料理を一人で作って食べてます。私の場合は中華風の野菜炒めとか簡単な中華料理を作って食べています。あと中国人は絶対ほかほかのものを食べたいので、もし弁当でしたらちょっと温めてから食べる。一緒絶対温かいもの食べたい。だから日本に来てびっくりしました。そうですね。フランスは弁当ないから、持っていく食べ物は翌日に、料理したやつをちょっと箱に入れてチンして食べる。でも弁当っても残り物入れないよね。を食べるんだったらチンを必ずしたいよね。インドにいた時は学校とかだったらその親が作ってくれるもの、大学だったら寮の食堂があったのでそこで食べる。でもやっぱり日本と同じく結構がっつり食べる感じですね。で日本にいる時は食堂だったら和食、弁当だったらもうインド料理で、私が弁当作る場合はだいたい肉一切入ってないですね。もう温かいものが欲しいので、弁当買う時とかも必ずレンジで温めます。
そうですね、私もなんかお肉なしの、昼ご飯をよく食べてます。ちょっと犬料理を作るのが趣味で、犬料理が好きなので、ほとんど犬料理だけを作ってますけど、インド料理。犬料理かと思ったびっくりしたごめん、インド料理ね。お肉が好きじゃないから犬料理じゃないよね。いや、インド料理が、すごく好きなので、それをよく、晩ご飯として作って、残り物を次の日、振り子として作るの。私は弁当を持っていきますね。ただそうですね、肉とか魚はあまり入ってない、別に好きじゃないからっていうのは理由になってるんですけれども、野菜が大好きなので野菜料理をいろいろやってみます。で、日本に来てから日本のレシピはすごい面白いなって思って、お醤油とかお味噌とかみりんとか使えるから、そういう材料はフランスにないから、今すごいこれ勉強してて、野菜炒めとか煮物とか豆腐を入れて食べてます。他に喋れる言語がありますか？私は韓国語を喋ります。勉強しました？他の言語を。英語は勉強したと、中国語もちょっと。Oh, really? いや、韓国は英語が本当に重要なので、もちろん勉強したんですけど、言えるっていうレベルじゃないので、私は中国語以外に、英語と韓国語は少し喋れます。日本語以外きちんと喋れるのは、母語のマラヤラム語、ヒンディー語、英語と韓国語です。多いね。それがきちんと喋れる。気になるのがきちんと喋れる言語。なのできちんと喋れないけど、会話ができる言語って。会話できるっていうか、理解できる言語他にもあります。インド人の中で基本的にバイリンガルが多いんですよ。で、学校でやっぱりいろんな人と会うので、言語をピックアップするっていうのが割とやりやすい。そうですね、高校の時はスペイン語を勉強してましたけど、もうこの数年間ほとんど使ってないので、なかなか喋れなくなりました。私は話せるのがフランス語と英語で、高校と中学校の時はドイツ語も習ってたので、今でも聞いたらわかるんだけど、もう自分で話せないっていうのがちょっと悔しいんですよね。英語ももちろんで、一応アイルランド語とドイツ語を学校で勉強しましたけど、もう、あまり得意じゃなかったですね。日本では5月と6月に母の日、父の日がありますが、海外でもありますか？という質問です。中国で一番よく知られているのはアメリカに由来する日付で、5月の第2、日曜日が母の日で、6月の第3日曜日が父の日ですね。インドも確か同じですね。そしてアメリカも同じです。フランスも5月と6月でやってます。アイルランドは父の日は一緒です。6月第3で、母の日は毎年変わります。調べないと分かりません。3月1日から4月4日の間の期間のどっかに。両親への感謝する日があって、その日が5月20日ですね。質問をありがとうございました。また機会があればこうやって質問に答えたいと思いますので、今後も動画のコメント欄にぜひ質問をしてください。やっぱり1年は早かったですね。市民の皆さんと交流するのはもちろんなんですけれども、こうやってワクワク動画を作って印象に残ったものとか感想、思い出、とかがあればぜひ聞いてみたいなと思います。私の場合は人と話してやっぱりこういうのも教えてあげたい、こういうのも紹介したいんだけど時間がない、というようなものをワクワク動画を通して皆さんに紹介できることが多分一番嬉しいなと思います。皆さんと集まってこういうのがいいなとかこういうのがいいなっていうその企画段階もすごく楽しいっていうところが私の中では一番生きてるかなと思います。なんかハロウィンの動画がとても好きでした。特に箇所が見えてそれすごく面白かったと思
思います。私は特に印象に残っているのは前に投稿した韓国料理の動画です。実際に作った時に、そらちゃんは間違ってて砂糖じゃなくて塩を入ったのでめっちゃ楽しかったです。私は3ヶ月2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、最初に撮影した着物を着て撮影した動画が一番記憶に残りますね。寒かったです。私はルークとはちょっとダブりますけど、同じくハロウィンの動画が一番印象に残りました。ホラー映画を見るときにすごいびっくりして叫びすぎて、その日終わった後になんか今日はめっちゃ疲れたっていう気もありました。ワクワク動画の好きなところは日本とじゃなくてお互いの文化の違いがなんか分かりました。特にこの似てそうな3人の間でもなんか結構違いがあったりしますね。動画に残らないたくさんの面白いことがたくさんあります。だから多分これはもうカットすると思うけどこれが高さがちょっと微妙だったから2人にこうルークはちょっとそれでもなんかこうやって調整しないといけなくて。国際交流員ワクワク動画はまだまだ続きますので、これからもよろしくお願いします。バイバイ。